はい、こんにちは。今日はレイクルイーズスキー場がオープンまで残り1週間となったので、私が普段使ってるスノーボードギアの紹介をしたいと思います。私実は日本ではスノーボーとかスキーやったことがなくて、カナダに来てから実は始めました。っていうのもクリストファーがもう10年以上もうスノーボーやってるもう大ベテランの人でもうほぼ無理やりですね、強制的にスノーボーにやろうって言って連れてかれました。で最初はほとんど彼のお下がりですね。彼が昔使ってたものを、譲ってもらって他に、ないものは中古品で揃えたりして、古いやつでね最初の1シーズン目は行きました。で去年またちょっとね買い揃えたりして、で今年が私3シーズン目になるんですけど、まだまだ初心者なんですけど、私の古いのもあれば新しく買ったものもあるので紹介したいと思います。はい。でまずブーツですね。スノボブーツがこちらです。このブランドって何て言うんでしたっけね、私わかんないんですけど、これがだから去年新しく買ったやつですね。結構このレオパードが生かしてるんですよここにもレオパードが入ってて、でここがカバーになってるんですよね。ここでこうちょっと締められるんですけど、こんな感じで、もちろんボアです。ダブルボアです。中もふかふかでね、これ結構気に入ってます。1シーズン目本当に始めた時は中古品のやつを買ったんですけども、その時はやっぱサイズもねぴったりではなかった、ちょっと緩かったから、スノボのやりやすさとかも全然違うし、この締め具合とかも全然やっぱこっちの方ががっちり締まるから安定感抜群。私はこれすごい良かったなって思います、買ってね。だから今年もこれにお世話になります。でこれがスキージャケットですね。今まで使ってたスキージャケットですね。これは、彼のお下がりです。なのでメンズの M なので、ちょっと大きいんだけどもでも私がこう何枚も何枚もレイヤーを重ね着してるので、やっぱこれメンズの大きいのぐらいの大きさじゃないとそれでちょうどいいぐらいですね。でこれちょうどね私のお尻まですっぽり入るぐらいの長さで、手もね私の本当に手の先まですっぽり入るぐらいの長さなんで、もうマイナス20度とか30度の日とかでももうこれがあればね結構あったかくて、もう全部カバーしてくれるから、私はすごい気に入ってたんですけどね。でもここがポケットがもうこんなに破けちゃってるのと、こっちももうポケットの役割を果たしてないのと、あとここも破けちゃってるんですよもうここもこんなね破けてて、ちょっとこのボロボロ使えないなってなって、実は先日カルガリーに行ったんですけど、カルガリーのそれもまた中古品のお店で掘り出し物を見つけました。これハリー・ハンセンです。実はハリー・ハンセンで、これメンズの XL のサイズなんでもうバカでかいんですけどこれが45ドルでメンバーシップの入会、メンバーシップっていうか会員登録みたいなので 15% オフになるってことで32ドルで買ったんですけど、わかるかなこれもう大きすぎて
もう今手伸ばしてるんですよ。腕完全に伸ばしてるんですけど、こんぐらい余ってるでもうもちろんもうほぼワンピースみたいなこんなです。でも中古品って言ってもそんなに大きな汚れもないし、穴も開いてないしね。でポケットもいっぱいあるし、ハリー・ハンセンってやっぱあったかいいいやつだから、いいブランドだから、まあ大きいけどいいかみたいな。スノボは別に手使わないしみたいなっていう感じです。でもちろんフードもね結構大きめですね。こんなもう顔が隠れちゃうぐらいっていうのをこの間先日ねカルガリーで買いました。これをなのでちょっとどうしてもね腕がとても長いんですけど、今年ねお世話になります。でパンツだ、パンツこれは去年買ったやつ、新しいやつです。コロンビアのやつですね。で中もこういうギンギラギンのあったか素材のやつです。風も通さないし。でこれ最初は彼のお下がりを使ってましたね。最初の1シーズン目の時で、その時はなんかそのお尻のところに多分穴かな、破れがあったみたいで、当て布がねここボーンってこうやってまあ恥ずかしいなとは思ったけど、まあ可愛いかって、まあ、ポジティブにね考えて1シーズン目はそれを使って、でもやっぱりすごい転ぶじゃないですか、最初初心者の時って。ですごい私も転びまくったんで、まあ、お尻に穴開いちゃってでそれで去年これを買ったんです。でこれ実はカナダサイズのキッズ子供用の男の子の XL サイズです。これ私入りました。でむしろちょっと大きいぐらい私身長が今161センチかな、多分そんぐらいあるんですけど、もう長さもぴったり、長さはぴったりなんだけどちょっとウエストが大きいぐらい外国人の男の子の XL どんだけ大きいねんっていうねだから日本人の女性の人で160センチぐらいだったらメンズ子供の男の子の XL サイズ入るので、そっち買った方が断然に安いっていうかお得だと思いますね。まあ、デザインとかちょっとこれ弁当がないんですけどね、ここに弁当がないんだけども、節約っていう意味ではね、別におしゃれとか気にしなくて、とりあえずあればいいっていうんであればキッズ用で十分です。はいおもろ。でヘルメットはこれは未だに彼のお下がりですね。おフル、このゴーグルも彼のもので、これも彼が昔使ってたやつだから、ちょっと汚いっていうか少しひびが入ってたりするんだけども使えてるので、これを今年もまだ使えます。ね、Amazon とかで安く売ってるからね、セットで。だから、いつか買い替えたいなって思います。で、ボードですね。ボードはテラスに置いております。寒い。ボードこれ4枚あるのは、この2枚は今クリストファーのやつで現役で使ってるやつで、こっちの黒い方が重いんですよね。重いからなんかでも使い分けてたらよくわからないけど普段はこっちのやつで、この黄色いのはなんか彼の思い出のボードらしくて、使ってないんですけど思い出として取っておきたいということでずっとなんか取ってあるで、これが私の今使ってるボードですね。もうこれで
1シーズン目からもうずっとこれです。でこのボード自体はFacebook のマーケットプレイスで中古で買ったやつですね。だからね、まだここら辺とかがもうね結構ひどくないですか。こっちはまだいいんだけど、ここだよね。ここがすごい欠けちゃってるので、本当はボードもお金があれば買い替えたいんですけれどもね。でバインディングスはこれ去年スノボブーツと一緒のタイミングで買いました。これ K2 ですね。 K2 のバインディングスです。もうすでにボロいだけどこれでもちょっとちっちゃいんですよね、私のブーツサイズと合わせるのにはね。だからまあでも今んとここれですごい安定感はあるので、これで使ってますって感じですね。だからほぼほぼまだやっぱスキーとかスノボってすごいお金かかるよね。もう全部本当足から頭まで全部このね用意しなきゃいけない。そのガードするっていう意味でも寒さ対策とか、こうぶつかった時にね怪我しないようにヘルメットかぶんなきゃいけないとかね、ものすごいお金がかかるから大変だ。だから日本ではウィンタースポーツ一切やらなかったんですけどね、お金かかるから。まあでもカナダに来てこう新しいことに挑戦できたのはすごい良かったなって思ってるし、これからもスノボは続けていきたいなと思います。はい、この動画参考になったかどうかわからないですけど、最後までご視聴ありがとうございました。